モデロチャンネルにようこそ。私、モデロと申します。よろしくお願いします。いきなりガンプラを表示していますが、今回制作しましたのはこちらのハイグレードバッフになります。前回リアルグレードニューガンダムを制作して次に何を作ろうかと考えたのですが、ふと思い返してみると、私、ハイグレードシリーズを一度も制作したことがないことに気づきました。息子と近所の模型屋さんに行った時に目が入ったのですが、バッフは初めてモビルスーツという名で戦場に登場した記念すべき機体なので、初ハイグレード制作にはもってこいだと思いました。今回はハイグレードということもあり、加工や処理が増えることが予想されるので、いつもは完成からのレビュー形式ですが、しっかり作業工程を撮影しました。初制作過程、初素組み、初加工といろいろ初尽くしでお見苦しい点もあるかと思いますが、ご了承ください。では箱を開けてみます。モデルはプラモ制作でこの箱を開ける瞬間がいつも一番好きです。マスターグレード、リアルグレードと比べると箱の大きさからだいたい予想はつきますが、やはりランナー数は控えめですね。気軽に制作できそうと思わせる数で安心感があります。ポリキャップと不使用パーツが多かったのですが、ここら辺はザク系と共通ランナーってことなんでしょうかね。まずはいつものニッパーで切っていきます。撮影しながら作業するのは手元の位置と作業精度の両方を気にしないといけないので、ものすごく気を使いますね。制作過程を上げている YouTuber の皆さんには改めて感心しました。今まではニッパーを切ってからヤスリがけをしていましたが、今回は二度切りを試してみたくて、こちらのゴッドハンドから出ているアルティメットニッパー 5.0 を買ってみました。このニッパーを使えば断面がきれいにカットできて、白化やえぐれも抑えてヤスリがけも楽になるみたいですね。切った感触ですが、普通のニッパーはカットした時にパチンと音がするんですが、このニッパーはほとんど音がしなくて、ぬるっという感じでカットされていきますね。断面をかなりきれいにカットすることができました。力のかけ具合は難しくて、毎回えぐれるバーニア部分も試してみました。こちらも順調にカットできて、一度変な角度でカットしたと思ったのですが、無事でした。素晴らしい商品だと思います。結構高いニッパーなので、息子には必ず二度切り用で大切に扱うようにと念をして使わせています。全部カットしてタッパーにまとめました。カットしたランナーは卓上ほうきで掃除していきます。次に初の素組みをしていきますが、語りを入れてのダイジェストでお送りします。素組みはそもそも構造理解や加工処理や塗装の目星をつけるのが目的みたいですね。モデルは今までマスターグレードとリアルグレードを制作しましたが、素組みはスルーしていました。理由は最近のマスターグレードやリアルグレードの組み合わせ技術は半端ないので、加工処理する必要がほとんどなかったのと、缶スプレーで組み立てながら思いつきで塗装するというスタイルでしたので、素組みの恩恵が個人的には薄いと感じていました。それに数が多くて細かいパーツ類を素組みして分解してという時間も記録もなかったというのもあります。素組み中に分解のためのダボやダバーの処理をする必要があるのですが、勝手がよくわからないので、今回は緩めにはめるということだけをしています。ということで素組みが完成しました。いや、なんというか予想以上に独特のフォルムをしていますね。結構好きです。特徴的な型は多重構造になっていて思ったよりしっかりしています。こちらも特徴的な腕は着脱式になっていて、別売りのモビルワーカーやプロトタイプグフと交換できるそうです。波動範囲を確認します。頭は360度回ります。首は二重関節なので前後左右それなりに動きます。肩は約90度でした。腕は360度回ります。肘は135度前後で十分だと思います。バッフは腕に左右がないんですが、単純に形状が全く一緒だからですね。股開きは45度ぐらいですかね。膝は135度前後で、これも十分に曲がります。足首はフォルムの範囲で曲がります。次に合わせ目の確認になります。膝下部分に合わせ目がありますね。膝裏にもありました。ふくらはぎの
この部分は段落ちモールドみたいです。下のこのエリアは合わせ目なので処理が必要ですね。肩のこの部分は段落ちモードらしいのですが、合わせ目に見えるので処理してみたいと思います。首の部分にもありました。頭の部分のど真ん中にある合わせ目は、モノアイの左右可動ギミックを頭に埋め込む必要があって、正直モデルの技術では処理ができないので、ここは墨入れでごまかしてみます。バズーカがモナカ構造で豪快に合わせ目があると思ったのですが、段落ちモールド処理がしてあるのですよね。ただ、ボックスアートを見ても段落ちモールドにはなっていないので、ここは頑張って処理してみます。ということで、処理をするために一度分解しましたが、足の一部が折れてしまいました。太めのダボは注意が必要なのですね。次に加工と合わせ目消しに初トライしてみます。まず膝裏の合わせ目を消すために膝関節を固定するパーツのダボをカットします。ニッパーで切ってスライドして入るか試してみます。正解の確信が持てないので緊張しました。なんとかはまりました。塗装後は丁寧にはめる必要がありそうですね。続いて膝裏の合わせ目消しを行います。まずカッターで断面付近を整えます。それから前から家に置いてあった流し込み用接着剤を塗っていきます。塗ったら押さえて固定させますが、塩梅がよくわからないのでしばらく押さえてみます。膝関節も合わせ目処理します。膝関節の後はめは難しそうなので接着して塗装は関節を動かしながら行ってみます。他に腕や肩の部分もひとまず接着していきます。バズーカの弾を後はめ加工していきます。断層と弾の引っかかりをカットしていきます。滑らかにスライドできるのを確認できたら、こちらも合わせ目のような段落ちモードを接着してスライドの再確認をしてみます。弾を接着すれば大丈夫そうですね。次にモノアイ加工ですが、付属のシールは使わずに別売りのクリアパーツを使用します。加工用にミニシマのピンバイスドリルバセットとゴッドハンドのスピンブレードの2つの道具を買ってみました。シールの直径に合わせてクリアパーツの 2.5mm を使用します。柔らかい巻き尺に両面テープを貼ってモノアイをつけるパーツの中心位置を測ってカッターでドリルの目安傷をつけていきます。はじめは 1.5mm のスピンドリルで穴を開けます。穴開けも初めてなので失敗しないかとすごい緊張しました。結構綺麗に穴が開きましたね。続いて 2mm でもう少し穴を広げてみます。次に 2.4mm のスピンブレードで平らに整えます。整えたらクリアパーツがはまるかテストします。カッターの平たい部分で押し込むとパチンと音がしたのでかなりいいんじゃないかと思います。最後はその後の加工のために裏側からクリアパーツを押し出して外します。次にヤスリ掛けと筋彫りを同時に行っていきます。こちらも今回新たにミネシマの低密毛かき針とファンテックの筋彫りカーバイト 0.25 の2つの道具を買ってみました。本当はヤスリ掛けの後に筋彫りが正しい流れのような気がするのですが、ヤスリ掛けで筋が浅くなったら彫るのが難しそうなので、彫りながらやすりながらで様子を見たいと思います。筋彫りも初なのでこちらも緊張します。針や刃を寝かせて優しく彫るのがコツらしいですね。ぱっと見彫れたのかどうかよくわかりませんが、比較すると結構彫れたのがわかります。手が滑って関係ないところも彫ってしまったので、接着剤で埋めてヤスリで調整します。段落ちモールド化したところは彫るのが簡単ですね。こちらは幅があるので筋彫りカーバイトで彫ってみます。これで接着部分はかなり綺麗になったと思います。いろいろな部分を毛書き針と筋彫りカーバイトやカッターで調節します。ヤスリ掛けも並行して行います。肩部分の段落ちモールドをペンサンダーと紙ヤスリで削っていきます。塞がらない場合は接着剤をつけて乾いたらまた削ります。バズーカの段落ちモールドも削っていきます。実は
このバズーカの段落ちモード作業が難航して、削りと接着剤を繰り返して軽く3時間も要してしまいました。最後は瞬間接着剤も使いましたが、多少エッジを犠牲にしつつもなんとかほぼ消すことができました。今度からは段落ちモールドを削ることは控えようと思います。パーツを削り終わったら洗浄します。100均で買ったザルにパーツを入れてハンドソープで洗っていきます。次に塗装です。屋外で缶スプレー塗装していきます。ハイグレードはパーツ数が少ないので、今回は下地のサーフェーサーをしっかり塗ってみたいと思います。メインカラーにはタミヤのサーフェーサーライトグレーを吹いていきます。ちなみにこの日の屋外のコンディションは真冬時期なのに春みたいな日差しでとても暖かかったです。ただ風がかなり強くて、お手製の塗装ブースの吸気用 USB ファンがほとんど機能しませんでした。屋外塗装の天敵はいろいろありますが、風が一番厄介だとモデルは思っています。多分ホコリやゴミがつくと思いますが、ここは目をつぶります。あとミストが顔の方に流れることも多いので、目をカバーするものや防毒マスクは必須です。茶色、濃いグレー、関節部分にはクリアスのサーフェーサーブラックを吹いていきます。さすがにいつもはこんなにサーフェーサーをしっかり吹かないので、すごい勢いでサーフェーサーが減っていきました。コストのことも考えて、今後は吹く場所と吹かない場所の見極めをしていきたいです。サーフェーサーを吹き終わったら、次はカラーを吹いていきます。メインカラーには似た色がなかったので、配合が近そうなライトブルーを使用しました。吹いてみると思ったよりも青かったです。濃いグレー部分にはガンシップグレーを吹きます。茶色部分にはダークアースを吹きます。他にも数種類スプレーを吹きました。関節部分にはアサヒペンのメッキ調スプレークロムを試してみました。思ったよりもギラギラしていて結構いい感じです。ただこのスプレーはものすごく匂います。普段匂いをしっかり遮断してくれる防毒マスクでもほんのり匂います。メッキ調保護のために光沢スプレーを吹いてみたのですが、逆に光沢が消えて白っぽくなってしまいました。日を置いて翌日に改めて吹いてみると白っぽくなるのも抑えられたので、癖はありますがなんとか使えそうです。塗装が一通り終わりました。塗り分けの確認をしていきます。結構綺麗に塗れていますね。円形マスキングシールを使った塗り分けもうまくいきました。加工処理に3時間以上かかったバズーカもほぼ綺麗になりました。多少荒まるのですが、初めてということを考えると個人的には十分だと思います。単色でちょっと地味だったので、後でもう少し塗り分けしました。こちらが今回使用した缶スプレーになります。缶スプレーの詳細は動画説明欄をご覧ください。次に墨入れです。墨入れにはいつもの 0.2mm のシャーペンを使用します。溝に沿ってなぞっていきます。直線や緩い曲線は簡単にかけて濃淡も調整しやすいです。浅い溝や急な曲線はかなり難しいです。大してコツはないのですが、エッジに芯をしっかり引っ掛ける感じで描くと失敗は少ないと個人的には思っています。はみ出したら消しゴムで軽くなでて消します。描けそうな部分はどんどん描いていきます。メタルカラーへの墨入れですが、今回は 2B の鉛筆を使用してみました。2B は芯が柔らかいので、描くというよりも芯の粉を捨てていく感覚に近いかもしれません。芯の粉が指に付着するとパーツを汚しやすいので結構気を使いました。比較すると分かりやすいですが、影のように描けたのでかなりリアルな表現ができたと思います。次にクリアパーツの加工です。目の間に裏打ちを行いました。裏打ちにはカラーホイール折り紙の紫を使いました。折り紙に瞬間接着剤を塗って接着します。しばらくして余分な部分をカットしていきます。使用しているハサミは家にあった爪切りバサミです。
裏打ちの有無で比較してみると、クリアパーツの質感がアップしたと思います。バズーカのスコープレンズにも同じ加工を施していきます。いい感じだと思います。次はデカール貼りです。毎回悩まされるテトロンシールは専用デザイン以外は使用しないつもりだったのですが、白のラインは余白もなく思ったよりも使えそうなので、平らで一番安全そうなシールド部分に試しに貼ってみることにしました。貼ってみましたが、結構いい感じだと思います。緩めの曲面にも貼りましたが、これもいい感じでした。綿棒で水を拭き取っていますが、テトロンシールを水にくぐらせると粘着力が一時的に弱まり、位置調整がしやすいんですよね。この手法は最近知りました。段差や凹凸にかぶさる部分や急な局面でしっかり貼れない部分には水転写のラインデカールを代用していきます。カッターで長さを調節していきます。マークセッターを塗ってしっかり接着するようにします。水転写デカールは綿棒等でシートからスライドさせて乗せるのが一般的なのですが、面積が大きくなければモデルはいつもピンセットからつまんでそのまま乗せてしまいます。半分癖みたいなものだと思うのですが、デカールが水に浮くくらい浸しているのでつまみやすいのと、ピンセットがすごく優秀なので微細な力加減で調整できるんですよね。テトロンシールとデカールを比較してみるとちょっと白の濃さに違いがありますが、デカールの曲線加工には時間がかかりすぎるのでこのまま進めていきます。他にもいろいろな水転写デカールでデコレーションしていきます。面積が大きかったり縦長横長の水転写デカールは綿棒を使ってシートからスライドさせて貼った方が安全ですね。最後にトップコートの艶消しを塗って組み立てて作業終了です。それではこちらが完成したハイプレートバッフになります。では簡単に完成レビューをしていきます。カラーは全体的に青ベースのパステル調になりましたね。最初オーシャングレイ2がライトブルーと比較するとハイコントラストすぎたかなと思ったのですが、青ベースの配色比率でいうと2対8くらいなのでいいアクセントになったと思います。メタルカラーも綺麗に塗れて複骨感もあり、試作費としては結構いいんじゃないかと思っています。土彫りも綺麗に彫れているし、シャーペンと鉛筆を使った墨入れもだいたい綺麗に描けていると思います。加工作業も確認します。まず合わせ目、段落ちモールドの処理です。膝下の合わせ目は綺麗に消せていますね。問題ないと思います。膝裏の合わせ目は綺麗に消せているのですが、密度感を上げたくてデカールを貼っています。ふくらはぎ部分の合わせ目処理も綺麗だと思います。肩の段落ちモールドもだいたい綺麗に消せてますね。モノアイのクリアパーツ加工は頭にセットしてみるとちょっと暗めの印象でした。光が当たるとキラッと光るので落ち着いた感じで、その部分は気に入っています。全体を素組みと完成とで比較するとこんな感じです。比較してみると印象が随分変わるので面白いですね。次に武器を確認します。こちらは試作バズーカになります。段落ちモールドも消せたし、塗り分けも少し行いました。後褒め加工した弾薬も綺麗に塗れています。試作バズーカは腰の後ろに装備できるのですが、装備パーツを武器につけると塗装が剥げそうなので今回は使用しませんでした。ヒートホークは3色で塗り分けました。こちらは腰につけるヒートホークになります。裏面の塗りは見えない部分なのでちょっと雑です。シールドはかなりシンプルに仕上げました。では最後にポーズを取らせてみたのでこちらをご覧ください。
かがだったでしょうか？今回は初尽くしということで、メモリアル的にかなり頑張って制作過程を撮影しました。その関係か、いつもの10倍くらい時間も労力もかかった印象です。ただ、記録としてしっかり残せたのは個人的にとても嬉しかったです。今後は撮影も抜くところは抜いて気軽に色々作っていけたらいいなと思っていますので、またのご視聴よろしくお願いします。今回も息子に感想を聞きましたが、お父さん、バッフって顔が弱そうだね。口の部分が特に。あと、ガンプラを作るというより撮影してばかりだったね。と真っ当な意見をもらいました。それではまた。